はいどうもいつもです。皆さん元気でしょうか。はい、今回はですね、雑な背景の絵でもフィルターのガウスぼかし機能を使うといい背景になることを皆さんに紹介したいと思います。はい、じゃあ早速ね見ていきましょう、一緒に。はい、では解説していきます。はい、まずはですね、背景の画像を用意します。でそれを見て色を感じたまま塗っていきます。で自分は最初に全体的に画像が、水色っぽいなと思ったので水色を一色塗りました。そしてベタ塗りペンで塗っていきます。今回は色をはっきり見せることを考えて塗っていきましょう。なので自分は今回はほとんどベタ塗りペンで塗ってます。でここはですね投げ縄ツールってありますよね。投げ縄で囲ってで色を塗りつぶすというのがありますよね。あれはベタ塗りペンみたいな感じで表現することができるので、それを今回よく使いました。でまたこれですね、これはシフトを押しながらまず最初に画面をタッチしてでシフトを押しながらやると線を引くように、線引きで線を引くように引けますよね。はい、でここはですね電信柱、丸い形状の電信柱だったのでそこだけは境目をちょっとぼかしました。ぼかすというかなじませました。はい、ここも先ほど言った投げ縄ツールのやつで塗りつぶしてます。はい、で窓もですねこんな風に、はい、やっていきます。画像と比べてね、いかに自分が色の塗り方が雑っていうのが分かりますよね。でもそれがですね最後の方でガウスぼかしをすることによってなかなかいい感じの背景になるんですね。で地面のアスファルトもこんな感じでベタ塗りペンで塗ってますね。はい、こんな感じで塗ってます。で建物の方の影とかも窓って言いますかベランダと言いますか、そういったのもこうやって、はい、ベタ塗りペンで塗ってます。はい、でベタ塗りペンの筆の形状をちょっと平らにしたやつとかを使って塗ってます。でちょっと囲って、削除したりとかもしてますね。はい、本当にもう見た画像を見て感じたままの色をのせていくだけなんですね。はい、こんな感じでやってってますね。はい、でもちょっと時間はかかりますね。1時間まではいかないかもしれないんですけど、はい、でまた、ガラスに反射しているかのような感じで白をまた塗ったりしてやってます。こんな感じですね。でガウスぼかしですね。はい、上のメニューのフィルターを選びましてでそちらのぼかしを選びます。でその中にガウスぼかしとありますからそちらを選びます。自分はもうちょいぼかしました。こんな感じでどうでしょうか。先ほどのね雑な絵からちょっとぼかしただけでこんな風にいい感じの絵が、自分で言うのもなんですけれども、ね、いい感じな背景が出来上がります。はい、いかがだったでしょうか。この背景の描き方は人物が主人公である背景の時の背景の描き方です。なので背景が主人公の絵にはちょっと向いていません。はい、最後までご視聴ありがとうございました。